皆さんこんにちは。内科皮膚科医の友利新です。今日は、医師の目線で選んだプチプラコスメ美容液ベスト3をお話ししようと思います皆さんプチプラコスメ大好きですよね。私も実は大好きです。なのでよくドラッグストアに行ったらいろんなプチプラコスメを選ぶんですけれども、私が選んでいるポイントはやっぱりその中にどんな成分が入っているかっていうのを見て選んでいます。パッケージには美白とかハリとかいろいろ書いてあるんですけれども、私はそれはちょっと度外視しておいて、この成分が入ってるからこういうものに効くんだっていうものを見て選んでいるので、今日はその中でこういう成分があるのでこんな人におすすめだよというような美容液を3つご紹介しようと思いますので、最後までご覧ください。では私が選んだベスト3、最初にざっと見せちゃいますね。はい、こちらの3つです。こうかごめんなさい。皆さんね、プチプラというかドラッグストアに行ったら必ずありますよね。メラノ CC、 あとはチフレ、あとは、ケシミン、この3つですね。それぞれの特徴とこういう人に使ったらいいよっていうことをお知らせしようと思います。ではまず皆さん大好きメラノ CC です。このメラノ CC、 もちろんねこれシミとかって書いてあるんですけれども、ぜひ使ってもらいたい人はズバリちょっとオイリー肌で毛穴が気になる人、毛穴の黒ずみが気になっている人、もう一つ内側からふっくらさせたい、要はたるみが気になっている人にぜひおすすめなんですよね。なんでかっていうと、実はこの美容液の成分の中に有効成分アスコルビン酸活性型ビタミン C っていう風に書いてあるんですよ。で、皆さんビタミン C って聞いたことあると思うんですけれども、ビタミン C そのまんま肌にのせると実はちょっとピリピリしたりとか、あとはなかなか肌に入っていかないんですね。なので通常はこのビタミン C をビタミン C の誘導体という形にして肌に行きやすいようにするんですよ。なんですがこのメラノ CC は実はビタミン C の誘導体ではなく、ビタミン C そのまんまが入ってるんですね。じゃあ全然効かないのとか、じゃあ肌に刺激になるの、じゃあ全然効かないのとか、じゃあ肌に刺激になるのというと、そこがこのメラノ CC のすごいところなんですよ。実はこれロート製薬っていう製薬会社が作ってくれているんですね。で、このロート製薬は実はこのビタミン C をものすごく研究しています。純粋なアスコルビン酸というもの、ビタミン C を肌にのせてもしっかりと浸透していくような技術の特許を持っているというか、その技術を持っているのがこのロートさんなんですね。なので、このアスコルビン酸、ビタミン C が何%入っているかはわからないんですが、いわゆるピュアなもうアスコルビン酸、ビタミン C のまんまのものをダイレクトに肌にお届けできるようなものなので、多少ちょっと刺激はありますけれども、シミはもちろん、できれば毛穴がちょっとパックリ開いたような方っていうのにもその毛穴が引き締めてくれますし、あとはビタミン C が奥の方までじわじわと効いていってくれますので、そうするとコラーゲンとかエラスチンの元を作ってくれますので、ちょっと張りが欲しいという人にはぜひおすすめです。シミだけではなくて毛穴が気になっている人、ちょっとオイリーなんだけれども毛穴が気になっている人、あとはちょっと毛穴の中でもたるみ毛穴だったり、あとは最近なんとなく顔がちょっと大きくなってきたなっていうような人にもぜひ使っていただきたいですね。使い心地はちょっとそうですね、わかるかな、ちょっと水っぽいわけではないんですけれども、そんなに保湿感があるっていうわけではないので、さっき言ったようにちょっとオイリー肌の人がいいかなとは思います。ですがちょっと目の周りを避けてお鼻のあたりとか毛穴が気になるところにしっかり塗っていただくと、これ効果あるんじゃないかなと思います。そしたらあと2つをご紹介します。その1つがこのケシミンですね。このシミ対策ケシミン美容液、美白美容液って書いてあります。実はこのケシミン美白美容液に入っているものと、こちらシフレの美白美容液に入っているもの、少し似てるんですけれどもちょっと違うので、2つ一緒にご説明しようと思います。はい、まずケシミンなんですが、このケシミンにも有効成分ですね書いてあるものが
L アスコルビン酸2グルコシドって書いてあります。これはこのチフレにも同じものが入ってるんですね。でこのアスコルビン酸2グルコシドっていうのはアスコルビルグルコシドっていうものと一緒です。要は何かというとビタミン C の誘導体になるんですね。さっきのメラノ CC と違ってこれはビタミン C にいろいろ化学式をつけて肌に浸透しやすいようにしています。ただこのビタミン C の誘導体にはいろんな種類があって、このケシミンとチフレに入っているものは水溶性のビタミン C の誘導体になります。で水溶性なので持続力といったら、少しさっきのメラノ CC よりは劣るかなとは思うんですが、しっかりと肌の中に入っていってくれて、メラニンの合成を抑制して、あとは、ちょっと黒くなったメラニンを薄くしていくようなもの、あとは、紫外線によるダメージを改善してくれたり、あとはこちらもコラーゲンアップになるんですね。ただ多分この、活性型の水溶性の活性型ビタミン C だとそこまで奥まで行くっていうのはちょっとなかなか難しいかなと思うので、これはやはりシミ予防という意味で、紫外線が当たった後にそのメラニンの生成を少し抑えてくれるということになるので、シミを改善というよりはシミの予防になってくるものだと思います。でこのケシミンとチフレの大きな違いなんですが、それはダブルで入っているものが違ってきます。それはこのケシミンの方は実は、そのビタミン C の誘導体の他に油溶性の肝臓エキスっていうものも美白効果のものとして入っています。これもそうですね、どちらかというとそのメラニンの生成を抑えてくれるようなものなので、ダブルの美容液入っています。でじゃあどういった人にこちらはおすすめかというと、もう一つ、グリチルリチン酸ジカリウムという抗炎症作用のものが入ってるんですね。なのでこれはちょっと肌荒れをしやすいというか、肌荒れしてるんだけれどもシミも気になるっていう人で、紫外線に当たる機会も多いよっていう人にはとてもおすすめだと思います。それではもう一つがこのチフレの美白美容液になります。こちらはさっきのケシミンと同じように、これも水溶性のビタミン C の誘導体というものが入っているんですけれども、もう一つの特徴としてはアルブチンという美白成分も入っています。これはさっきのケシミンに入っている肝臓エキスと同じように、アルブチンもメラニンの生成を抑制してくれる、メラニンを作らせないようにしてくれるという効果があります。なので、正直このチフレとケシミンって同じように、水溶性のビタミン C と、あとはもう一つの美白成分、2つの美白成分を入れているというところは一緒になります。ただこのチフレの大きなポイントとしては、これすごく、どちらかというと保湿効果も高いんですね。グリセリンだったりとかヒアルロン酸もしっかり入っています。で実はこのケシミンにもヒアルロン酸とかも入っているんですが、より保湿効果が高いのは成分的にはこのチフレかなと思っています。なのでこのチフレの美容液を使っていただきたい人は、シミにも困っているし結構紫外線も当たるんだけれどもちょっと乾燥肌だよっていう人はこちらの方を選んでいただければいいかなと思います。はい、それでは私がおすすめするプチプラコスメベスト3の美容液です。このメラノ CC ですね。これはどちらかというと脂性肌で、あとちょっと毛穴が気になってっていうようなシミの方で、どちらかというと肌をふっくらさせたいような人っていうのにもかなりおすすめです。でもう一つこちらのケシミンですね。ケシミンの方は抗炎症作用が入っているので、肌荒れをちょっとしやすかったりとか、今現在しているよっていう人で、プラスアルファ、紫外線にも当たることが多いけれどもシミが気になっている人で、こちらチフレの方はこれも同じように水溶性のビタミン C の誘導体ともう一つの美白成分が入っていますが、より保湿効果に特化していますので、どちらかというとシミも気になるけれども乾燥も気になるよっていう方におすすめです。でメラノ CC はちょっと全体的に塗るっていうよりは、小鼻の周りだったりとか、あとはこういった毛穴が開いているような場所にお願いします。このチャンネルではこのように医師の目線からコスメを選んだり美容健康についてを皆さんにお話ししていくチャンネルになっていますので、
ぜひ登録の方お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。